利上げがあるときに歴史的にどの株、どのセクターが一番買わないべきなのか。こちらの分析を皆さん一緒にしていきたいと思います。まずは、この FRB、アメリカの中央銀行が前回に利上げをした時のこの動き方、それと歴史を少し一緒に話していきたいと思います。利上げをしたことが前回に起きたのが2015年の年末でありました。このチャートを見てください。これが Fed ファンドレートといって、アメリカの中央銀行が短期金利で定める金利です。で、これを前回に、実は上げ始めたのが2015年の12月でございます。ここで利上げをしました。で、これを2019年の7月までずっと続けました。これは約3年半ずっと続けてきた利上げサイクルであります。で、この3年半利上げをした理由は、まずリーマンショックから回復しているアメリカの経済ですね。このリーマンショックの後にアメリカの経済は大きくと下がり、2007年からですね、利上げを FRB を大きく 5.23% から 0.12%、ゼロ金利政策まで続きました。これずっと続けて、実際もともとこれ上げた理由は経済が回復してたからです。今みたいにインフレーションが大変というわけではないです。ただ経済が回復してたとき、この時期を見たいです。我々が今いる時期は実はこの時期とすごく近いと思います。2015年の12月、ちょうど先週 FRB が利上げをしたばかり、その時の3年間半でどのセクターが一番パフォーマンスが悪かったのか、良かったのか、こちらの方を一緒に解説していきたいと思います。で、この解説をするためには実は duration という、金融リテラシーの単語を皆さんに説明したいと思います。さて、duration という言葉は具体的に将来受け取る予定のキャッシュフローを現在価値を計算したものです。いわゆるここはいつ価値が返ってくるのか。さてと、この duration がどういうふうになぜ重要なのか。リスクが高いものを特に利上げ相場の時に測るからです。で、これがどう関係あるのか。これが Wall Street Journal に今日実は出てきた記事なんですけど、High duration stocks have done better when interest rates have been lower. ここを見てください。Cumulative change in stock prices from 2 decades ago. 金利が低い時には duration が高いものが上がりやすいことを言っています。はい。つまり、この金利が上がるときには、High duration stocks do better when interest rates are lower. 特に逆もそうです。利上げがするときに、High duration stocks というのは、ますますリスクが高くなることを皆さん、こちらの方が見えます。特にこちらの方を見ると、テクノロジー、ビジネスサービス、コンサムサービス、ヘルスケア、こちらの duration を測ったもの、実際この duration というものを測ったところを見ると一番高いのがやっぱりこちらのところです。つまり一番高いので、ここは特に金利が低いときはすごく得意です。はい。だけど逆に金利が上がるときにはもっと危なくなるので、ここは買うべきではないということをお話ししています。これがすごく重要な、メッセージかもしれません。もう少し説明しましょう。この duration と実際株価、リスクどう関係あるのか。特にこの場合だと duration というのは未来のキャッシュフローですね。で、グロース株だとあんまり配当を払ってくれません。なので、グロース株はあまり配当を払ってくれないけど、元本が長期的に上がることを期待しています。で、逆に、バリュー株というのは、よく配当金が高いです。実際、あなたが投資したお金がもっと早く返ってくることもあります。だけど、グロース株は違う。もうちょっと配当ではなく、元本が上がることで、時々これが数年間かかる。配当払われる後に大体お金が返ってくる。つまり、duration が高いのはテク、それとかグロースの株です。こちらを見ると、特に、duration が高いということが、ナスダックとかテクノロジーである理由がわかるかもしれません。つまり、このメインメッセージを見てみると、特に
借金が高い銘柄、それプラス、配当をあまり払ってない銘柄はデュレーションが高い。特に金利が上がるときにリスクが高い。で、金融株は特にバリュー株が多いです。配当を大きく払う。それと PER、PSR が低い。だけど、大きく、株価の時価総額が何倍も何倍も上がることはよくあまりないですね。特に大手銀行の方では。はい。なので、もしかして金利が上がるときには、ハイリスクはハイテク、グロースセクターかもしれないです。しかし、ここが今日のビデオの本番のところで面白いところ。歴史を見ると、実際、このウォール・ストリート・ジャーナルのシナリオアナリシスは本当に合っているのか。2015年の年末から2019年の7月までのこの3年間半でハイテク株と他のセクター株はどういうふうに動いたのか。ここの実際の歴史を見てみましょう。で、こここそが面白いですよ。2015年から2019年の間のマーケットを一緒に見ていきましょう。ここは利上げをしたとき、利上げをした前に相場が1回大きく下がったんですね。その後にもう1回下がった。だけど、2019年の夏ですよ。ここあたりですね。はい。61% ナスダックが上がっています。この間で。利上げをしているときに。確かにボラティリティが大きかったね。ボラティリティっていうのはやっぱり株価が下がりやすいこと。2015年の年末ちょうど利上げを始めたときに相場は15から 16% 下がりました。なんかちょっとこれって今と似てるよね。はい。ちょっと似てると思います。利上げをちょうど始めたとき。でもそこからぐーんって大きく上がりました。でももう一回ここで大きく下がりがありましたね。ナスダックの方も2018年の10月から実はここも 23% 程度と下がっています。だけどオーバーロール利上げをしてた時は全体的に 62% も上がってます。で、これを例えば米国株全体と比べてみましょう。米国株全体というのは例えば SP500 を2015年の年末から2019年の、夏ぐらいまで見てみると39%、40% 程度です。全然違いますよ。ナスダックの方が 60% 程度。ここかなり大きな違いですね。20% 程度パフォーマンスが違います。で、もうちょっと見ていきましょう。ダウ・ジョーンズ。ダウ・ジョーンズの方も見ると、2015年の年末から19年の、一応夏まで 50% です。一番強いのが実はナスダックです。全然このウォールストリートの記事と書いてることと違うじゃないの。はい。ますますここ面白いと思わないですか？で、逆に OK。銀行株が一番美味しいんだよね。一番この duration というのが低いんだよね。銀行株セクターどういうふうに動いたのか。銀行株 XLF っていう、アメリカの大きな銀行株が入っている ETF を2015年の年末から2019年の夏まで測ってみると 36% 程度です。ナスダックのパフォーマンスの方がもっとでかいです。全然違いますよね。はい。逆にどこが本当に危ないのか、歴史を見るとエネルギー株です。エネルギー株が2015年の年末ぐらいから2019年の夏まではそうだね、約 12% の下がり。だけどそこから2020年の初めにバカンってすごくでかく下がりましたね。あんまりパフォーマンスが出ない。エネルギーは少し危ないのではないか。はい。他のところを見てると、例えばですけど、金利が上がってた間、このセクターが、ここはコンスーマーステープルズですね。はい。で、コンスーマーステープルズの方を見てみると、必需品、生活の必需品というのもいいのかな。こちらの方を見ると、特にパフォーマンスが2015年の年末から2019年の夏まで、たった 17% 程度だった。今まで見てる他のセクターと比べてかなり低いですね。はい。それ以外に見ていたセクターが製薬品会社。製薬品会社も見るって僕はほとんどここはグロース株だと
思っていたので、このウォール・ストリート・ジャーナルの記事通りに2015年の年末から2019年の夏の間はなんと 26%。はい、特にセクターパフォーマンスがすごく悪いです。まずはハイテクセクターが全然すごく強いじゃん。この実際のシナリオの分析と全然違うじゃん。これがまずびっくりしたところ。で、金融銘柄は36% 上がってるけど、それほどすごく強いパフォーマンスじゃないですね。SP500 とほとんど同じです。で、逆にびっくりがエネルギー銘柄がすごく弱くなってきたことです。僕の結論は何なのか。実際、これから買うべきではないものはあるのか、それと僕の結論と僕の考え方もお話ししていきたいと思います。この記事を見て、僕は歴史の方が実際ファンダメンタルの分析より大事だと思います。ウォール・ストリート・ジャーナルの記事が見ているところだと、確かに、メインメッセージは、何十年の歴史を見ると特にグロース株が危ない。OK。今までのナスダックはその通りに動いてるね。この6ヶ月間ずっと金利が上がってる間、ナスダックがよくダウよりもっと下がってますね。はい。なのでおそらくその通りに今は行くかもしれないことが見えます。しかしいつも歴史はそういう通りには動いていません。なので今は特にグロース株からバリューにシフトしてる。世界の中央銀行たちがいろいろと利上げをしてる。このテーマがすごく人気なんですけど、少しだけ気をつけてください。そのテーマがいつも合っているわけではないことです。で、特に今ものすごくホットのセクターで注意するべきなのは僕はエネルギーセクターかなと思います。長期投資として、もちろん今はウクライナ侵攻のニュースがいろいろとあります。OPEC プラスのニュースも時々あります。なので、こちらの方は商品全体、特に原油の方が上がっています。しかし、金利が上がるっていうこの金利上げサイクルっていうのはだいたい数年間はずっと続きます。その時にはおそらくウクライナ侵攻の状況はもう少し安定していて、で原油の相場が今みたいにずっと上がり続けることは、確実ではない。アメリカのエネルギー株ではなく日本のエネルギー株、ヨーロッパのエネルギー株は、気をつけるべきこのセクターは少しだけ危ないかなと思います。